今日は兜のフルフェイスヘルメットのフラッグシップモデル F17 を発売前にお借りすることができたので、そのレビューをお送りします。日本における製品名の呼称、呼び名は F17 ということですので、今日のレビューもそれに従ってコメントしていきたいと思います。また、兜さんによると、この F17 は確かにレース、サーキット走行対応ヘルメットなのですが、一般のライダーにもそのメリットが十分実感できるような設計と工夫が凝らされているということなので、今日はそのあたりにフォーカスしながらレビューしてみたいと思います。まずこのヘルメット、着用しての第一印象はとても軽いということです。私の手元に届いたこの M サイズ単色モデルで、重量は 1.58kg しかありません。サーキット走行、レース対応ヘルメットというと、シェルの強度を上げなくてはいけないので、往々にして重くなりがちなのですが、ACT2 という新しい防体構造を採用することによって、強度を上げながら軽く作ることに成功しています。また、この F17 では、その ACT2 の高強度有機繊維が、このチンガードまで及んでいる、つまり、この防体全体の強度が上がっているということも大きな特徴になっています。F17 の内装はしっかりとしたホールド感が大きな特徴となっています。内装のウレタン素材の張りはやや強めという感じで、この辺りからも一般的なヘルメットと比べると想定している速度域がかなり違うんだなということが実感できます。その一方で、その内装のホールド感に全く偏りがなく、ウレタンの張りが強い割にはとても快適だなと感じられます。また、この F17 ではシューマで初採用された製金加工を施した内装素材が採用されています。製金素材というのは内装素材に付着した細菌類の増殖を抑える効果があると言われています。サーキット走行を楽しむライダーのみならず、夏場のツーリングを楽しむというライダーにとっても、ヘルメットを清潔に使えるというのはかなり大きなポイントとなるのではないでしょうか。次にこの F17 をこのように高速道路で着用していて実感できるのは、とても静かだということです。この静かさの大きな要因ともなっている空力特性については、この後コメントするとして、ディティールをよく見てみると、例えばこのシールド周りのトリムラバー、縁ゴムですね、それも新作となっていますし、このシールドの軸も
胴体にシールドが締める瞬間にぐっと密着するように二軸構造となっていたりします。このヘルメット開口部のシェルのエッジを覆うラバーパーツ、縁ゴムも滑らかな形状の新作となっていますし、またこのチークパッドの露出している部分も通常は段差になるような形状のものが多いんですが、滑らかにライダーのこの首筋のラインと合流するような、そういった形状となっているので、風の巻き込みや乱流が少ない、こういった細かなディティールの積み重ねによってこれだけの静粛性が実現されているのだと思います。次にこの F17 の技術的なハイライト、空力特性、ヘルメットの安定性についてコメントしたいと思います。このような高速道路の走行においても、例えば制限速度目いっぱいで走っていたり、もしくは風向きによってはヘルメットが前方から押されるというか、後ろに引っ張られるというか、そういった力を感じることも多いと思います。ところがこの F17 はそういった影響が極めて少なく、正しく前を見てライディングするのがとても楽なヘルメットとなっています。例えばこのようにちょっと深く伏せてみたり、もしくは安全確認のためのこのように首を振ってみたり、さらにはこのようにちょっとアップライトなライディングポジションを取ってみたり、このようなさまざまな角度でこの F17 の安定性、空力特性の良さを確認してみると、正面なら正面、横なら横と、そのどの角度においても安定性が高く作られているというのがよくわかります。正面を向いているときはよくても、例えば横を向いたときにこのチンガードに当たる走行風の影響で今度前を向き直しづらかったり、そういったことが多々あると思います。ところがこの F17 はおそらくここに当たる走行風とこのフィンの効果がバランスしているんじゃないかと思いますが、横を向いたときもまた正面を向きやすい、そんな運動性の高さも兼ね備えていると思います。またヘルメット頭頂部にはクレストスポイラーという弓形のパーツが追加されています。これはヘルメット頭頂部付近にわずかに乱流を起こすことによってリフト方向の力、つまりヘルメットを上に持ち上げるような力を軽減するという効果があるそうですが、このように高速道路の走行ぐらいではそれ単独の効果というのはなかなか感じられないのですが、先ほどから確認している通り、全体的に安定性がとても高いところからも、おそらくこのクレストスポイラーもかなりの効果を発揮しているのではないかと予想できます。兜の F17 を着用していつもの峠道に入ってきました。それではまず強化されたというベンチレーションの実力を確認してみたいと思います。この口元のベンチレーションは大幅に面積が拡大され、それに伴ってシャッターが左右2分割になっています。それでは開けてみます。ちょっと面白いんですが、この口元のシャッターを開けただけでも、この頭頂部からの排気と相まってヘルメット全体が涼しくなったのが感じられます。この頭頂部のクレストスポイラーの後端部の下側というんでしょうかね、この部分はエアーの排出口を兼ねており、そのせいもあってこの口元のシャッターを開けただけでも頭頂部が一挙に涼しくなったというのが実感できます。それでは次にセンターのベンチレーションを開けます。はい、先ほどこの口元を開けただけでも十分に涼しくなったとコメントしましたが、この頭頂部を開けた瞬間に感覚的に言うとその倍ぐらいですかね、一挙にですね、この額からもエアーが流入して首筋の上あたりぐらいまで冷却効果が広がったというのが実感できます。それでは次にこの額の両サイド、やや間隔を空けて設置されているベンチレーションのシャッターを開けたいと思います。このこめかみ付近に設けられたベンチレーションが一つの肝となっているようですが、これはどういう効果があるのかというと、例えばこのようにコーナリングをしているとき、ライダーが見ている方向と車両の進行方向が一致しないシーンというのは多々あると思います。その時に進行方向に向いているこのどこかのベンチレーションから必ずエアーが流入するようになっているんですね。今だとここからエアーが流入しているのがはっきりと分かるんですが、
そしてこちらも同じようにこっちから、エアーがね、はっきりと流入しているのが実感できるんですが、このようにですね、ヘルメットがどのような姿勢にあろうともフレッシュエアーを導入できるというのがこのベンチレーションの大きな特徴となっています。この辺りももしかしたら空力性能の追求と関連している部分なのかもしれませんが、いずれにしてもベンチレーションはとても優秀だと思います。次にこの F17 の大きな特徴となっているのがこの新作のシールドです。ちょっと開けてみますが、このようにワンアクションで簡単に開閉することができるんですが、実はロック自体は相当しっかりとかかっているという感じなんですよね。で、よく見ていただくと、ちょうど先ほどご紹介したこの口元のベンチレーションのシャッターのちょうど真ん中、この部分にロック解除ボタンが設置されているんですが、これが非常によく考えられていて、このようにですね、このシールドを開閉するためのこの指掛け、これを親指と人差し指でつまむと、ワンアクションでそのボタンを同時に押すことができるような設計となっています。レースやサーキット走行というと、どちらかというとこのしっかりとロックがかかるということが重要だと思いますが、今の私のようにツーリングしている時というのは、このように簡単に開閉できるシールドというのはとても便利で、ここにレーシングティアオフ、いわゆるステシールドを設置するためのピンがあることからもレース対応モデルであることを伺わせますが、私のように生粋のツーリングライダーが使ったとしても、このシールドシステムは本当に使いやすくできていると思います。ちょうどこの部分ですかね、インカムの設置スペースが両サイドに設けられています。スピーカーやマイクが設置しやすいようにコードを通す溝が切られていたり、もしくはこの口元、ちょうどチンガードの内側、ちょうど口の正面ですが、この部分はマイクを設置しやすいように少し内側がえぐられたへこんだような形状になっているんですよね。レースやサーキット走行だけを考えたヘルメットであれば、このような装備は採用されなかったと思いますが、今言ったような便利装備が採用されているということからも、このヘルメットに対する兜さんの考えがよく表現されているのではないかと思います。またこれはレースやサーキット走行をするユーザーだけではなく、私のようなツーリングライダーにも大きく関係する装備だと思いますが、この F17 には新たにエマージェンシーシステムが採用されています。ヘルメットの開口部のこの縁ゴムを見ていただくと、この部分にエマージェンシーシステムという刻印があるのですが、その内側に赤いリボンでできたタブがあります。このチークパッドにあるファスナーを開けて、その赤いリボンを引くことによって、チークパッド内部のウレタン素材をごっそり引き抜くことができるようになっています。チークパッドの表皮、表面の生地はヘルメットに残る方式となっており、ライダーのその頭部の皮膚との摩擦が生じない、ひいてはライダーの負担が少ない、これもこの兜のエマージェンシーシステムの優れた特徴だと思います。で、最後にこのヘルメットを今日丸1日かぶっていて、ちょっと気になった点もご紹介したいと思います。インカムも設置しやすい構造となっているので、インカムを使用して誰かと喋ったり、そういったことを楽しむ方も多いんじゃないかと思います。その場合にですね、もしかしたらこのチークパッド、特にこの頬の上のホールド感が強すぎて喋りづらいなと感じたときは、内装交換も必要となるかもしれません。これはホールド感の高さとトレードオフの関係にあるので、私個人としては致し方ないのではないかと思っています。今日一日このヘルメットをテストした私の感想としては、この F17 は確かにレーシングスペックを持つフルフェイスヘルメットであることは間違いありませんが、我々一般ライダー、ツーリングライダーからすれば、兜のフルフェイスヘルメットのフラッグシップモデルとして考えた方が正しく、言い換えれば私のようなツーリングライダーが使ったとしても、この完成度の高さは十分に実感できると思います。またレーシングスペックを持つフルフェイスヘルメットというと高価な製品が多いのですが、そんな中にあってこの F17 は税別で5万円を切っているということなので、そういう点からしても多くのライダーが手を出しやすいのではないかと思います。
この製品が店頭に並ぶのはまだちょっと先のことなので、この動画の視聴者の皆さんが試着できるのも少し先のことかもしれませんが、はっきり言ってこの F17 期待して待っていて良いと思います。それでは。